皆さんこんにちは。一つのプラモデルを3つの動画に分け、完成までを収録しているプラモの時間。いつもご覧いただきありがとうございます。1年の始まりにふさわしく、初日の出が似合う車を制作ということで、今回は富士見から販売されているケンメリ GTR フルワークスをご用意。早速開封していきましょう。まずはケンメリ GTR がどんな車だったのか紐解いていきたいと思います。1972年9月 C110 型にモデルチェンジしたスカイラインは、翌年ハードトップ 2000GTR KPGC110 型を追加。先代同様 S20 型エンジンを搭載し、エンジン本体こそ改良はなかったのですが、補給類はケンメリ用にアレンジ。サスペンションも形式は同じで、ハンドリングに影響する部分は徹底的に見直され、箱スカよりも運動性能を高めているとのこと。販売開始から排出ガス規制の影響もあり、わずか197台が生産され、うち195台が市販されたのみで、4ヶ月で生産中止し、販売が終了しました。広告キャンペーンケンとメリーのスカイラインからケンメリの愛称で人気を博した車で、現在ではわずかな生産台数から希少な GTR として知られています。各メーカーから販売されているケンメリ GTR ですが、今回は富士見のキットを製作していきます。早速仮組み開始。このキットを開けた時に、まず一番最初に気になったワークス仕様にできるパーツを確認しました。初日の出仕様らしくゴリゴリのワークス仕様で仕上げようと思いましたが、パーツを確認したところ全く合わず、パテ埋めやボディの削り込み、ワークスパーツの加工が必要なため、今の自分の力量では組み上げることが難しいと考え、ストリート仕様で組み上げていくことにしました。まずは極太な足回りから仮組みをしていきます。ワークスパーツを取り付けることを前提としているため、当然のことながらボディからはみ出る形。それでも車高だけでもイメージをつけてしまいたいとの思いで手を動かしていきます。足回りの組み付けは特に難しい箇所はなく、ウィンドウパーツとボディの合いも不都合なく取り付けることができました。ボディも端正にスパルタンなケンメリをイメージしつつ調整していこうと計画を立て、仮組み完了です。次に筋彫りを行っていきます。使用しているツールはタミヤ製の筋彫り調光ブレードで、 0.15mm の刃を装着したものと 0.2mm の刃を装着したものになります。用途としては 0.15mm の調光ブレードは全体的な筋彫り、 0.2mm の調光ブレードは刃の細さが 0.15mm のものよりも太いので、ドアやボンネットなどの開閉パーツ部分に使用しています。リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対し筋を入れておかないと、塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまい、リアルなシャープさが欠けてしまうので、そうならないためにもしっかり丁寧に彫っていきます。といってもあまり深くしすぎると不自然なシルエットになってしまったり、
パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチでそれぞれ3から5回を目安に。なおかつボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は他のパーツとの差を明確につけるためにも 0.2mm の調光ブレードを使い、太めのラインになるよう意識しながらしっかり彫っていきます。続いてボンネットの切断です。こちらのキットはケンメリ GTR ということもあり、なんとエンジンまで付属しているキットですが、エンジンに関してはボンネットを開けることができない仕様となっていて、せっかくエンジンがついているのにもったいないということで、ボンネットを切断するくらいならできそうなので開講していくことに。ボンネット先端部分はフロントマスクと一体になっているので、フロントマスク側に余白を残すためにもできるだけボンネット側に筋を入れていくことを意識しながら作業をしていきました。フェンダー側はフロントマスクと合流するよう調整しながら、カウルトップ側は特に注意する部分はなく切断。一度に深く筋を入れるのではなく、気長に何度も繰り返し筋を入れ切断していきました。切断部分は荒れているので紙やすりで鳴らし完成です。続いてこの赤線部分のパーティングラインを消す作業、その他にバリなどを取り除いていく作業となります。メーカーの製造過程で金型同士を合わせてパーツを成形しているため、どうしても付着してしまうのがパーティングラインやバリですが、これを消すのと消さないのでは面がより滑らかになるなど仕上がりに大きく影響してきます。パーティングラインの確認方法としては、ボディを真上から見た際縦一直線に入っている場合が多いので、実際に指で触り段差を確かめながら作業を進めていきます。作業手順としては800番程度のペーパーヤスリでボディ全体にあるパーティングラインを水取りで取り除いていきますが、取り除く際の注意点として細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意が必要となります。カーモデルの場合、前後バンパー周辺、ボディを真上から見た際にリアからフロントまで一直線にパーティングラインがあり、特に前後バンパー周辺は頑固なラインが形成されていることが多いので、根気よく処理をしていきます。続いてボディの調整ですが、写真の通り純正のオーバーフェンダーはむっちりしているので、こちらを紙やすりで削って薄くし、スパルタンなオーバーフェンダーにしていきます。次に両側ドアとリアのキーシリンダー部分ですが、こちらはアドラーズネストのブラインドリベットヘッドを取り付けていきますので、まずはモールドを削除し、リベットを差し込む穴を 0.8mm のピンバイスで開けていきます。またフェンダーミラーもしっかり固定したいので、こちらも同じく 0.8mm のピンバイスで穴を開け加工完了です。両サイドのウィンドウ部分にあるピラーは実車と見比べると存在しないものですので、ウィンドウ側に表現するとし、ペンで印をつけ削除しました。最後にエバーグリーンのプラ材をカットし、切断したボンネットの受けをボディに追加しておきます。
続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのサーフェイサーエボパステルピンクを吹いていきます。この下地処理は深いツヤのある仕上がりを目的とするのであれば必須作業になります。またパーティングラインを消すためにボディ表面を削ったりヤスリの跡が残ってしまった場合は必ずサフェーサーを吹いて本塗装の前に表面を滑らかにしておくことが大事です。いかに下地処理で滑らかな表面を作り上げるかが重要なことかと思いますし、下地の段階からこの表面を意識しておくと後々表面仕上げの工程で時間を短縮できたりするなど効率が上がります。サフェーサーを吹きパーティングラインも消え綺麗なボディラインになったことを確認し次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はインテリア完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。